また毒か。前回俺を中毒者呼ばわりした男が今度は自ら毒をまくとは。違う。これは秩序の毒だ。お前のように乱用しているのではない。俺は必要な量だけを使う。必要な量。なるほど。致死量ギリギリまで必要と定義するのがお前らのやり方だな。毒も外交も同じだ。少しの刺激で均衡が保たれる無毒な世界など幻想に過ぎん。幻想か。だがお前の少しの刺激で何人が倒れたと思っている。それでも混沌よりはマシだ。秩序は時に毒を持って保たれる。まるで自分がアブリーンにでもなったつもりだな。正義を掲げた暗殺者か。悪を倒すための悪、それを使いこなせるのが文明人というものだよ。なら見せてもらおう。お前の毒がどれほど運命的なのかを。では俺の統率者を紹介しよう。統率者はアブリーン・ル・グランプレ、アサシンクリード収録の緑黒4マナの伝説の暗殺者だ。正義とは毒の暴力、それを体現するものだ。正義のための暗殺、まるで自由のための封鎖みたいな理屈だな。的確だな。だが彼女の仕事は簡単だ。摂氏を持つクリーチャーがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、その点数に等しい個数のプラス1カウンターを置く。簡単に言えば殴れば殴るほど強くなる。カウンターが乗る数も与えたダメージ分だな。スタッツが倍々になる。なんという直球。正義も哲学もいらないのか。いらない。殴る、毒で仕留める、そして自分をでかくする。それだけで勝てる。要は殴って強くなるデッキか。余計なことを考えず殴るのは分かりやすいな。その通り。アブリーンは刃を振るい、盤面を整え、勝ち筋を作る。潔いだろう。潔い。お前にしては短くて分かりやすい褒め言葉だ。だが短すぎて逆に怖いな。ではどうやってその殴りを支えるか、マナ基盤を見ていこう。さて、この殴りを支える土台、それがマナ基盤だ。殴るだけのデッキに基盤なんてあるのか。あるとも。戦車だって燃料がいる。兵隊が重要であるように、どんなデッキでもマナ基盤は重要だ。まず土地の構成だ。合計で32枚になっている。緑が出る土地が22枚、黒が出る土地が18枚だ。緑の方が多いのはマナクリーチャーの採用のためだな。これに加えて2マナ以下のマナアーティファクトが6枚、マナクリーチャーが4枚、ランプ呪文が2枚採用されている。また3マナ以上のものも4枚採用しているぞ。かなり手堅い構成だ。序盤の安定性に寄与し、後半も腐らない2マナ以下でドローができるカードは5枚だ。効率的な設計だろう。実際どの程度の安定率なのだ。控えめに見積もって3ターン目までに3マナに到達する安定札を初手でキープできる確率は 94% 程度、3ターン目までに確保できる確率は 98% 以上だ。つまり燃料切れで止まることはほぼない。なるほど。隙がないな。だが燃料が多ければ火もつきやすい。このテーマは分かった。次は毒の威力を見せてもらおう。では我が軍勢採用クリーチャーを紹介しよう。毒と筋肉の分体というわけだな。その通りだ。全体としてはクリーチャーは33枚の採用、そのうち摂氏持ちが22枚を占めている。さらにそのうち飛行持ちが13枚だ。ここが主力だな。飛行持ちで摂氏は止めにくいが、止められなければサイズが上がる。反根も持っているやつはなおさら厄介だ。航空戦力は重要だよ。バトルオブブリテンでの勝利がなければ世界はファシストどもに蹂躙されていただろう。摂氏持ち以外は彼らを支えるユーティリティカードだ。プラス1カウンターが乗る戦術なので、それを支えるカードとの相性も重要だ。特に支援役として相性がいいカードを3枚紹介しておこう。摂氏で仕留め、反根で吸い上げ、プラス1カウンターで育てる。見事な循環だな。まるで資本主義の縮図だ。これが文明的な殴りというものだよ、スターリン君。殴る文明か、聞いたことはないな。妙に説得力はあるな。だろう。では次にその循環を支える補給線、アドバンテージ獲得手段を見ていこう。さて、このデッキの燃料供給線、アドバンテージ獲得手段を見ていこう。毒の軍勢にも弾薬庫が必要というわけだな。当然だ。どこぞの国とは違い、兵士は畑から取れないからな。内訳はクリーチャーが5枚、非クリーチャーが5枚だ。
実に模範的な枚数だな。殴っていくことがそのままアドバンテージにできるのが最良だ。この5枚はその戦略性にちょうど合致している。特に惑星強制はとんでもない枚数が引けるな。正直無理かと言っても過言ではない。またクリーチャーの採用枚数も多いので、クリーチャーを唱えることや戦場に出すことをアドバンテージにできるカードも良い。労働者を集めて報酬を得る。資本主義も奴隷制度も同じだな。俺はせめて報酬を出す方を選ぶよ。もう一点、実はライフに余裕があるケースも多いので、ライフ損失のあるタイプのアドバンテージ源も使いやすいな。血を払って知識を買う。まるで資本主義の教育制度だな。リスクを恐れてはアブリーンの毒は生きない。毒を流し込み犠牲を吸い上げ知識を増やす。それがこのデッキの生命線だ。なるほど。知識のための犠牲か。獲得したアドバンテージは何に使う？盤面の拡大と障害の排除だ。殴れば倒せる。至極単純な理屈だ。ただ一撃で仕留める手段もある。次はそれも紹介しよう。さて勝利手段の説明だが、勝利の方程式は単純だ。殴れば倒せる。前章でも言ったが、結局のところ戦争もカードもそこに行き着く。シンプルでいい。複雑な戦略ほど崩れると早いからな。その通りだ。だがこのデッキでは殴りの威力を爆発的に高める手段がいくつかある。代表格は永遠心の出す。そして圧倒する暴走。前者は味方全体の攻撃力を倍化させ、後者は全軍を獣に変える。つまり軍楽隊の合図一つで全員が毒牙を向くわけだ。その表現は気に入った。ノダスの号令で軍が動き、圧倒する暴走で戦線がなだれ込む。こうなれば毒も理屈ももう不要だ。残るのは力だけだ。理性ある暴力が暴力ある理性に変わる瞬間だな。ふむ、詩人めいたことを言う。だがまだ終わらん。血生臭い結合と血に飢えた征服者の組み合わせ、これが最終兵器だ。おっと、また無限の話か。お前たちは本当に有限という言葉を知らないな。勝つための言葉なら無限に知っているぞ。これはそれぞれのカードが単体でも機能する構成である上、2枚が揃えば攻撃と吸収が無限に循環する。毒の連鎖が秩序の究極形になるのだ。毒の連鎖を秩序と呼ぶとはお前らしい皮肉だ。秩序とは流れが止まらぬこと。毒が滞れば死が来る。だが動き続ける限りそれは生命だ。つまり無限ループとは生き続ける毒か。毒が流れ続ける限り秩序も続く。だがこの毒の文明にも欠点はある。それを見ていこう。さて毒の文明にも欠点はある。完璧を自称しないあたりは評価できるな。まず1点目、このデッキはアブリーンが中心だ。彼女が倒れれば秩序も崩壊する。独裁政権みたいな話だな。指導者を守るのは当然だ。呪言などで相手の単体除去を空振りさせる。それが護衛の仕事だ。なるほど。警護部隊というわけか。そしてもう一つの欠点、脅威が可視化される。育つほど次が読まれる。ゆっくり強くなる分止める時間もある。その通りだ。秩序的すぎるがゆえの弱点だな。その間に除去を打たれれば台無しだ。だからこそ圧倒する暴走のような瞬発打点で一気に押し切る手段が必要になる。溜めて殴るか一気に爆発か、どちらも中毒性があるな。毒も力も溜めれば危険だが流せば美しい。それがアブリーンの戦い方だ。次に3点で殴るデッキである以上全体除去には弱い。火の海には勝てんか。そうだ、そこにも対策はある。そして仮に焼き払われても焼け跡に力が残る。つまり破壊されても毒は次の宿主に移るわけだ。秩序とは継続だ。肉体が滅びても構造は生きる。これが殴っても死なない文明の仕組みだ。死なない文明か。いよいよ毒が宗教になってきたな。宗教か秩序か、それを決めるのは勝者だよ。以上がアブリーン・ルグランプレの戦い方だ。毒を秩序に変え、秩序を勝利に変える。随分物騒な秩序だが理屈は単純だ。殴って強くなってかつ子供でも理解できる。単純であることは美徳だ。複雑な戦略ほど戦場では崩れる。このデッキは基本を極めることの強さを教えてくれる。なるほど。殴ることから学ぶ文明論か。そうだ、アブリーンはただ殴るだけではない。どう殴るか、どう守るか、その順序を教えてくれる。つまり誰でも扱えるというわけだな。
殴ることの意味を学べば誰でも文明を築ける。運命の第一歩が暴力とはなかなか英国的だな。暴力は秩序の始まりだよ。毒を恐れず一歩を踏み出す勇気、それがアブリーンの教えだ。君もアブリーンの刃を振るってみるといい。秩序は手に取ってこそ理解できる。